はい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらのラグドスリアニメイトを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、現環境においてちょくちょく競技で上位入賞しているアーキタイプですね。以前の動画でも軽く紹介しているのですが、基本的には除去コントロールになっていて、環境からコントロールが消え去った結果、ドメインランプと同じように勝ちやすくなったデッキになっています。現在発見型のラクドスがティア1になっていますが、発見ラクドスを除去コンやリアニメイトに寄せた形になっていて、豊富な除去に加えて大勝ちを4枚採用することによって、多元宇宙の突破やエターリなども早いターンに打てるようになっていますね。またカルノサウルスとギックスの残虐のシナジーはやはりかなり強力で、この形の場合は第2章で7マナ域を持ってくることもできるので、より凶悪な使い方をすることができるようになっています。軽いクリーチャーとして分派の説教者だけ入っているのですが、説教者はタフネスが4で場持ちがかなり良く、一旦でも生き残ればアドを取っていけるということで、こういったデッキにも採用されていますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら5手。まあ2マナ域、3マナ域、除去があるのでケープしていきましょう。さあ相手はラクドス。ラクドスミッドレンジなのか、もしくはミラーなのか。これはミラーですね。アイレンクラックを採用しているデッキは基本的にもうラクドスに何か、ラクドスランプになるので、さあ相手マナ加速がかなり順調ですね。ただこれには、兄弟仲の主演がしっかりと刺さっていく。さらにセレスタス。多分ね、この試合に関しては兄弟仲の主演がなかったらかなりきつかった、展開ですね、今のは。さあ、なんとか、マナ加速を阻害することはできましたが、さあ、相手、ここでセレスタスを起動。なるほど。これはもう、先に攻めていきましょう。いや、これはね、兄弟仲がマジでかなり刺さりましたね。ただ、カルノサウルスはこれは、大外れですね。切り崩しは、このマッチアップでは一切効かないため、さらにセレスタス起動。これはあれですね。兄弟仲の終焉で、ファクトを2枚割ったことによって、事故らせてる形になってますね。ただ、ドロスの魔人は入っているという形。なるほど。ドロスの魔人を出すよりも、土地を持っていきたかったっていう感じですかね。なるほど。これ、ファクト割ってなかったら、もう、かなりきつかった感じではありますが、これは、どうするかな。チャンドラは、次のターン出てくる可能性があるんで、1枚抜いておきますか。チャンドラからのこのブリーチがかなりきついんで、これ兄弟仲の支援がなかったらかなり、相手は、分回りハンドでしたね。さあ、チャンドラを出してくる。一旦落とすんですけど、次のターン土地を引かれたら、もうエターリか多元宇宙の突破が飛んでくると。どっちがいいかな。多元宇宙か、エターリなんですけど、いや、ギックスの残虐でもいいか。残虐の方が良さそうですね。残虐持ってきて、相手のエターリ抜いて、で、もう一回、多元宇宙かなんかを持ってくるっていう感じにしますか。このターンはとりあえずギックスの残虐を打った方が良さそうですね。さあ、まずは、エターリを抜いていく。あとは相手が土地を引くか次第。多元宇宙連打は、なんだかんだきついですが、さあ、ここは土地は引かず。セレスタス起動で、さあ、これでブリーチ、次のターンから連打が確定ですね。連打はね、きついんですよね。エターリをもらっていきましょう。エターリをもらっておくことによって、相手のブリーチがスカる可能性もね、出てくるんで。さあ、さらにカルノサウルスとドロスの魔人。これはいい引きですね。さすがに、
ブリーチ来ても大丈夫そうな盤面ではありますね。どうするかな。この盤面だとカルノサウルスが一番良さそうかな。うん。まあ相手そのオール5点火力ぐらいしか入ってないんで、このタフネス6がね、並ぶのはかなりきついはずですね。さあ除去ももらっていきましょう。おそらくここから、まくられるっていうカードはないかなと。ブリーチでまあエターリ来ても大丈夫かな。さあブリーチを打ってくる。まあ相手はこれまずエターリが出てこないとかなりきついはず。こっちは外れですね。はい、チャンドラはもうこれは勝ち確ですね。ここで投了と。GG。相手ラクロスランプということで、まあブリーチを入れていきましょう。あとは切り崩しとかを抜いていきたいんで、まあ脅迫を入れていく形ですね。まあ、特目は残しててもいいんですけど、後手だとね、多分弱いと思うんで、まあこんな形でやっていきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。悪くないですね。まあランプ手段はないですが、まあミッドレンジプランでなんとか戦っていけるハンドではあるかなと。さあ、相手ワンマリガンですね。はい。これはまあ脅迫抜いていきそうですね。一旦こっち脅迫打ちたかったので、まあちょっとプランが崩れる、形になっていきますね。うん。まあこれはランプ相手に初動が3ターン目になってしまうんで、ちょっときつくなっていきそうかなと。さあ、相手は、ただこれだいぶありがたいですね。マナファクトが、まあ何もなかったという形ですね。ということで、まあ廃墟の地は基本的に全然効かないんで、まずは分派の説教者を出していきましょう。まあ、ただ相手この展開だと、まあおそらく除去は持っているので、説教者はそのまま死んでいきそうな気もしますが、特目。まあとりあえず、打っておくと。まあこういうそのミラーだとね、特目ってその、基本的に生物は除けれないんですけど、まあ7マナでキャストするためにおそらくデッキに残していた形ですね。うん。ただ、こっちも4ターン目何もできないので、そのままターンを渡していくと。ここで脅迫は強いですね。残虐が抜かれていく。まあ、ただ相手、その脅迫で、まあ何も展開ができていないので、こっちの方が有利な、展開ではありますね。さて、重たいスペルはどんどんと回っているんですが、大勝ちいいですね。これがね、そのミラーで運命を分けるカードになっていくかなと、基本的には。で、まあ、やはりこの分派の説教差がね、かなり場持ちがいいということで、ミラーにおいてもね、活躍してくれますね。さあ、土地を確保して、先にまあ、エターリ行きそうですね。まずは説教され殴って、エターリ出していきましょう。さあ、当たりが引けるかどうか。カルノサウルス。焼き払いはまあトークンモードで打っていきましょう。からの脅迫がいいですね。なるほど。チャンドラ抜いてもいいんですけど、チャンドラは、まあ、特に対処ができないんで、ドレッド、はい。ここで投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、これはマリガンですね。うん。まあ、これはキープできるかなと。なるほど。おっと、ただ土地引けず、投了。こっちのアーキタイプ多分相手把握してなさそうですが、相手赤単にこのドルイドだけが入った形ですかね。
まあ、とりあえず、焼き払いは入れて、ドレッドも入れていく。で、まあ、基本的にはこの重たいスペル、あんまり、まあ、赤単系には効かないんで、土地27か。まあ、大勝ちでいいかな。まあ、大勝ちかエターリかって感じですね。さあ、1本目勝って2試合目。これ、ちょっと、まあ、軽量除去がないんで、キープはしづらいですね。まあ、ただ、兄弟仲の主演があるんで、ギリギリキープしてもいいかもしれない。まあ、ただ、ぶん回れた場合、結構きつめなハンドではありますね。さあ、まずはタップインを処理していく。一応その兄弟の中の終焉から大勝ちからの、まあ、カルノサウルスってつながるハンドではあるんで、さあ相手火力構え、まあ、もしくはドルイド。はい。さあまずは2点を本体に入れていく。スクライはトップ。なるほど。さあクリーチャーを出してきてほしいですが、次のターンはね兄弟仲打ちたいんで、はい。さあ、6点はかなりでかいですが、まあ、一旦、兄弟仲の終焉で、流していきましょう。さあ、5枚目の土地も確保できたということで、まあ、なんとか、やっていけそうな感じではありますね。うん。まあ、次のターン、カルノサウルス構えて、いきますかね。もしくは、大勝ちを構えるか。タップインをね、処理しておきたいんですよね。エターリまで見えてるハンドなんで、うん。まあ、タップイン処理して、カルノサウルス打って、で、ギックスの残虐から入っていくっていう形で良さそうですね。さあ、熊野と活火山の退治第2章。おっと、ただ陽光炉。なるほど。これどうするかな。まあ、カルノサウルスまだ、でもあれか。陽光炉出してきたっていうことはクリーチャー出してこないんですかね。なんか今の相手の構え、動き方的に、プラ3プラ1持ってそうな感じですね。さあ、3点火力で焼いて、まあ残虐で、そのままリアニメートしていきましょう。できれば、分派の説教者とかでめくれるとだいぶでかいですが、大勝ち。まあ、悪くはない。まあ、次のターンエターリは確定ですね。土地土地。うん。さて、なんとかカルノサウルスで耐えていかないといけないですが、まあ、ただこれブロックして、まあ、火力持たれてたら、全然普通に焼かれてしまうんで、まあ、過信はできない、盤面ではありますね。ゴードリック、これは、7点は入れられる。いや、かなりきついですね。さすがにか、これは。さあ、ブロックはしていくんですが、まあ、インスタント除去を持っていないため、はい。これで9点削り切っていくと。じじ。いや、いい回りでしたね。さあ、1勝1敗で3試合目。サイドボードは、特に変更なしですが、いや、ちょっとこれきついな。軽量除去なくて、3ターン目がシャドウ。まあ、ただダブマリしたくないんで、まあ、キープしていきましょう。なんとか、まあ、2マナ以下のカードは引きたいですが、分派の説教者はね、結構、場持ちがいいんで、さあ、何も引けず。いや、赤単相手にね、この、初動3ターン目は相当きついですね。相手は、まあ何かを構えている。まあ説教者はね、この、ライトニングストライクでも焼かれないっていうのが、やはり強みですね。さあ、まあ、ただこれブロックはしないですね。相手多分火力持ってるんで、まあ火力と相打ちは取られたくない。説教者はもう生き残れば、はい。ライフリンクをね、どんどんと出していくことができるんで、
さあ、ここは大勝ちを構えていきましょう。まあ、ただ、陽光炉はね、対処手段がまあ、ほぼほぼないんで、結構ね、きついんですよね。さあ、まあ、相手、どうですかね。さっきの行動的に、なんだ火力があるか、もしくは悪党を持ってるか。まあ、火力も持ってそうではありますが、まあ、さっきその、第2メインに陽光炉を置いてきてたんで、まあ、何かしらのインスタントを持ってることは確定ではありますが、悪党。まあ、ダメージ的にはそこまでではないんで、まあまあまあ、いいでしょう。どっちかというと、ドローされるのがきついですね。さあ、6点アタックで1ドロー。火力も打っていく。これで7点アタック。まあ、一旦先に大勝ち打ちますか。なるほど。さあ、残り10点まで。とりあえず、まあ、殴っていきましょう。で、エターリ、キャストですね。まあ、赤単相手にはそんなにエターリ効かないんですけど、まあ、こっちのめくりが重要ですね。説教者、いいですね。さて、まあ、もう一枚アクトがあったらさすがにきついんですが、結構ね、迷って相手アクト打ってきてたんで、で、まあ、サイドから入っても2枚ぐらいなんで、そんなにね、持ってる可能性は高くはないかなと。まあ、結構迷ってるんで、アクトは持ってなさそうですね。さあ、ここで投了とは。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。